仮組みなんですけど、本当に大まかなところしかやっていかないですから、今コックピットの、フロアでコンソールとかは載せないです。後々全体の形に影響を及ぼしそうな部品の合いとか、そういうところをとりあえず仮組みでは僕は見ていきます。なので細かいパーツ、例えば今シートなんかもやらないです。で、露出しないようなところのゲートはこの金やすりで磨くんですけど、露出しそうなところはスポンジっていうかスティックヤスリですね。ヤスリの親父とかで削ってます。当然このマスキングテープが厚みが邪魔になってって可能性もあるんですけどね。とりあえずそれはやっていけばわかるんじゃないのかな。今時のキットですね。タブが左右で大きさが違くしてあるんで間違いにくいというか、間違えたらはまらないです。で、この着手のこの中の箱組みしただけのパーツですね。こんな感じになってます。十分じゃないのかな。パイピングとかいるのかな、どうなんだろう。バルクヘッドもつけちゃいますね。かっちりと角度は決まります。このバルクヘッドが強度的な部分でどう影響を及ぼすかわかんないですけど、とりあえずつけてみました。機体の断面に当たる部分ですから。で、ケーキ板はとりあえずはまだ乗っけないと。後ろのシートのケーキ板乗っけたらいいのかな。後ろのシートだけケーキ板をちょっと入れてみます。こっちキャノピーのレールの方にくっつけてからか。怖いよ。入れちゃっていいかな。いた。なんかここだ。ここまでで多分すごくこれ作りやすいキットですね。接着剤は当然いるんですけれども、角度が出しやすいというか、自動的に出るというか。で、ここにコックピットが収まると。これ胴体が、左右合わさりましたと。次が、細かいのはとりあえず例えばここの垂直尾翼の先っちょの空気取り入り口、インテーク、エアインテーク、これもちょっと合いがちになるけれども、それは組みながら調整が簡単にできる部分なんで、
背中のパーツ乗せてみるかな。まあ今仮組みなんでね、なんとも言えないけども、もうちょっとかっちりいかねえかな。接着をねちゃんとしてないんでまだ。もうちょっとこうかっちりいくと思います。あとは胴体左右合わせるときにちょっと削った方がいいかもしれないですね。ほんのわずかに。それやったときに主翼の部分がどうなるのかな。多分大丈夫なのかなこれ。やっぱり今仮組みなんでしっかりここがついてないですから、それで広がってるだけですね。多分大丈夫だと思います。次がレドームですね。レドームとレドームは特にダボはないんでくるくる回っちゃうんで、形状を合わせてカツオリつけますと書かれてますが、多分ね、後ろ下のフェアリング、そっかそっか、フェアリングも先端が別パーツだから、フェアリングくっつけてからレドームの方がいくね。潜らせる感じで入れなきゃダメなんだ。スナップキットかい。ここの愛はすこぶるいいですね。でまあこのフェアリングは先端がついてない。先端は今回はまだつけないです。でまあこの位置なんですけれども、ここにバルカン砲の重工フェアリングの先端部が来るんですね。まあタノピを乗せてないんでなかなかイメージもちょっとつかみにくいんですけど、もうついてないからね。で、垂直尾翼のチョーク、ちょっとこれすり合わせした方がいいかもね。もうちょっとちょっと真ん中支点にしてグラグラってしちゃうから、すり合わせはした方がいいでしょう。これがエアーダクト、エアインテークダクトですね。これは切らなきゃいけない。だよね。どこにも指示がない。切らなきゃ合わない。びっくりした。で
この向きで、ここが出っ張ってる、こうだ。真ん中出っ張ってる方が外側でした、後ろでした。3点だけど、前はこのちっちゃい穴か。よいしょ。で、これエンジンは筒を合わせただけです。とりあえず。入ったのかな。やっぱりか。右からだ。もうちょっとやってるって、止めちゃえばいいんだ。そして乗っかりますよと。ここか。ここの隙間がほんのわずかに気になるかな。あと接着をしてないんでどうなのかなって、ここはちょっと浮いちゃう。でも押さえれば大丈夫か。接着するときにクランプで留めとけば大丈夫でしょうね。主翼がこれだけか。上に接着するときちょっと下煽った方がいいのか。この状態でテンションかけて上を接着したいな。でないとちょっと主翼の付け根が若干隙間が出るような感じがしちゃうんで、下を広げれば上が狭くなりますからね。今普通に置いてある状態ではいいんで、ちょっと胴体の左右を合わせるときにちょっと気をつけたらいいかもしれないです。インテイクですね。インテイクなんですけど、でこれがこうか。でここに収まると。いうことですね。今これが
ピンがどこだ。もうちょい入んないと。これいっぱいだな。ピンが見えない。もうちょい、ここだ。ちょっとやっぱり隙間出そうだな。このようなインテーク。ちょっとほんのわずかの段とほんのわずかの隙間はどうしても出ますね。エンジンノズルなんですけど、ゲートがちょっと内側に結構困ったところにあるんで、修正がちょっと難儀するかな。まあなんとかなるでしょう。一応今これは開いた状態のノズルですね。多分こっち使うと思います。で今この中でエンジンがちょっとずれちゃうかもしれない。ちょっと右側ノズルはまらないです。ちょっと厳しいかな。まあいいや。ただここ肝心な部分だからテープだらけにしたくないな。フラップエルロンはつけないっす。つけない。で、外翼も翼端はちょっとつけないでおきますね。翼端まではいかないです。ここは非常に接着面が複雑な形状になってるんで、削り合わせがややこしいことになるかもしれないです。外役もほんのちょっとですけど、すり合わせやった方がいいですね。そんな大したすり合わせではないと思います。次、スラットやフラップはつけないですね。全フラップ等もつけないです。アレスティングフックも飛ばしちゃいます。スタビレーター、暫定的にスタビライザーは上げ位置、多分上げ位置で作ると思うんですけどね。どっちがどっちだ。上げ位置の今パーツを、まあいい感じの立体感ありますね。スタビライザーなんですけど、前円にスリットがあるんですけど、これスリットは抜けてるんですよ。あまりやりたくない。折れちゃうから。抜けてるんですよ。光当てるとどうかな。お分かりいただけますか。抜けてるんですよね。向こう側が見えないかな。で、一応ここにポチポチと3つ、まあゲートっていうかなんだ出っ張りは。このカットするこいつらがスタビレーターの前縁にくっついてるんで、そのゲート処理の時にちょっと気をつけないと割っちゃう可能性あるので要注意ですね。でこれで大方の形になりました。大方の形になりましたね。そうですね。で気になったのはやっぱりこの背中のこのパーツの左右の隙間ちゃんと
下の胴体のパーツ接着してやればこの隙間収まるかどうかっていう部分がちょっと心配で、その胴体のパーツさえくっつけるときにあんまりテンションかけちゃうと今度主翼のところに隙間が出かねないので、そのあたりの力の配分が主翼この形のままちょっと置いといてね、仮組みので胴体はそのこっちに乗っけて接着して、内側なんかでねテンションかけてってやればもしかしたらうまくいくかもしれないですね。おそらくここのラインが一番気になってると思うんですよ。いろんなブログとか見るとちょっとテープ、細切りのテープでライン断面が見えるかどうか、まずここかな、この辺かな、この辺でしょうね、一番後ろ。ちょっと仮止めのテープも貼ってあるんでちょっと見にくいなとは思うんですけど、もうちょっと前、それから一本いくか、この辺こんな感じですね。ちょっと光りすぎちゃって分かりにくいかな。どうですかね。後ろから見るとこんな感じ。またカメラのレンズの歪み例によってやっぱりあるんで何とも言えないとは思うんですけど、こんな感じですね。深淵、レドームが深淵で若干この辺が角がちょっと上がっていってという感じです。でも前も申し上げた通り僕的には十分どんなファントムのキットでも十分楽しめるファントムに見えればいいんで、よっぽどね、例えば機種がこれよりも5ミリぐらい長いとかそういうのはおかしいんですけど、いいんじゃないですかね。じゃあこれ実際組み立てはね、もうちょっとあと今のライトニング 2F35B あれ終わってからやり始めますよ。もうすぐ終わるんですけどね。本当P38 のライトニング作ろうと思ってたんですけど、ちょっとこれにファントムに変更です。それではまた。